皆さんこんにちは。今回はこんなご質問をいただいたので、まん丸ポンポンの作り方をご紹介します。皆さんどうですか？こういうポンポンをよく作ったりしますか？私は結構ポンポン大好きでいろんなものにポンポンつけるの好きなんですけど、この間アレンジ紹介したこういうハサミのこことかにつけたりとか、あとポーチとかにも、これは試作なんですけど、メガネケースの試作なんですけど、こういうところにつけたりとか、あとこれも今度のYouTube で作り方あげようかなと思ってる、こういうケースのクリアポーチの試作品なんですけど、こういうところにチャックのところとかにポンポンつけたりしても可愛いなと思ってつけたりとか、この間ご紹介した初心者さん向けのこういうコースターにも、こんな風につけたら可愛いよなと思ったりしてます。今回インスタで皆さんにこのポンポン作る時のご質問、お困りごととかありますかっていう風に聞いたら、いくつかお悩みとか、こういうところで困ってますっていうのをいくつかいただいたので、それも踏まえて私なりの作り方というかそういうのをお伝えできたらなと思います。最初に素材なんですが、ちょっといろいろ試してみたので後で見ていただきたいんですが、大概の系統でポンポンを作れるんだなっていうのが分かりました。ただ1個だけどうしてもこれは無理だっていうのがあったので、それは後ほどご紹介します。で、この作れるのは作れるんですが、やっぱりおすすめの糸、初心者さんとかちょっと苦手っていう方におすすめの糸を作りやすいなっていう糸があったので、それをご紹介すると、やっぱり、アクリルの並太、こういうアクリルの糸とか、ウール 100% の糸、ウールちょっと出てこないとか、このアクリルとウールの混合の糸、アクリル時計って書いてるような、こういうのの並太、この並太の太さのやつが一番作りやすいなと思いました。丸く整える時も整えやすいし、初心者さんにはアクリルかウールの並太の毛糸っていうのをおすすめします。で、後でご紹介しますけど、こういうなんかトゲトゲのこういう感じの糸とか、こういうモケモケの糸とかでも作れます。これはこれですごい可愛かったです。私が作るポンポンは手だけで作ります。手だけで。ポンポンメーカーは使わないです。理由はちょっといくつかあって、ポンポンメーカー持ってるんですが、こんな感じのポンポンメーカーをいくつか買って使ってみたりはしたんですが、私の使い方が多分悪いんですけど、上手に作れないんですね、このポンポンメーカー使うと。そう、なんかこの大きさがそれぞれこう決まってて、でいいかなと思って買ってみたんですが、まずなんか壊しそうそう、私結構たくさん巻きたいんですけど、毛糸を。このポンポンメーカーたくさん巻くとこう
最後にここをカチッと閉じてこうしてっていう作業があるんですが、この時にもう壊しそうで、ここがもうパンパンに膨らんで毛糸でこういう感じでもうこういう感じで無理くりここを止めるみたいな感じになって、何回もこれいつか壊すなと思いながらやっているので、もう最近は全然使ってないですね。そう、手でやるのが一番簡単だし、その毛糸の量とかも自分の手の感覚でだいたいどれぐらいっていうのも分かってくるので、もう手でやるのが一番です。でも手でやるとこの手の幅よりも大きいポンポンは作れないので、やっぱり2、3センチから5センチ以内のポンポンしか作れないっていうのは難点ではあります。でも一番手軽だし、一番おすすめの方法です。で、次に巻く回数なんですが、巻く回数何回がいいですかっていうふうにご質問いただいたんですが、この巻く回数、私ね正直好みかなと思うんですよね。好みだし、あと使う用途にもよって私は使い分けてるって感じです。例えば帽子のてっぺんにつけるポンポンだったら、あんまりギュッと目が集まったやつじゃなくても可愛いかなと思ったりしますし、逆にさっきの小物パスケースとかこういうちっちゃい小物につけるやつだったらギュッと目が詰まった感じで作りたいなとか、その時その時で結構変えてたりもするんですね。で、例えば比較してみたんですけど、これがまず30回指にこう30回巻いて作ったポンポン、こういう感じでこういう感じでちょっと隙間がある軽い感じの触り心地、これはこれで私可愛いと思うんですよねこれが30回で、次これ50回。ちょっとギュッと目が詰まってる感じわかりますか？こういう感じで、これが70回、もっとギュッとしてるそう、この辺どうだろう、皆さんお好みだったりしませんいくつか作って、で私の場合は今回はこのぐらいギュッとしたのを使おうとか、このギュッとしたのが好きな人はこう70回とか巻いたらいいと思うし、もうちょっと軽くしたい人は30回40回とか、でやってもいいかなとは思います。糸の結び方ですね。糸の結び方、普通にぐるぐるぐるってこう何回も巻いてしまいたくなるじゃないですか。ここが抜けてきそうで怖くて、でこうやって普通に巻くとやっぱパカーンってここで真ん中でパカーンってこういう感じになるのが気になったりとか私もしてたので、その割にあんまり強くないというか抜けてきそうっていうで、そういうお悩みも多かったので私のちょっと緩まない結び方っていうのも後ほどご紹介します。でね、その丸く切れないっていう質問、まん丸に切れないっていうご質問、コツというかまず大事なこと
もう一番大事なのはよく切れるハサミを使うっていうのが一番大事かなと思いました。あとちょっとコツが分かったというか見えたので、それも後ほどお伝えします。では早速やっていきましょう。今回はこの、毛糸でやってみようと思います。抗菌アクリルマーブル。これはセリアさんで買った糸です。で、これは段染めになってて、こういう感じでところどころ色が変わるので、ポンポンにしても可愛いかなと思ってこれでやってみます。まずこれは指3本で作っていきます。指3本で作るとだいたいこれぐらいの大きさ、3.5 センチぐらい直径のポンポンができるかと思います。それぞれ皆さん指のね、この幅が違うと思うので、出来上がりサイズいろいろね、ちょっと差が出るかとは思うんですけど、だいたいこの指2本で作るときはこの指2本よりちっちゃめのこれぐらいのサイズができるし、3本で作るとこれぐらいのがいろいろ作れるって感じです。糸端をこのようにちょっと残して手にかけて指3本にぐるぐる巻いていきます。今回は60回巻きたいと思います。今2回巻いたので3、4、5、6、7、8。はい、60回巻きました。そしたら切ります。切ってこの形を崩さないようにそっと手から外します。こういう感じでちょっと置いておきますね。で、これを真ん中で結んでいくんですが、この同じ色のこの今使った毛糸で結ぶとより目立たなくなるので、実際はそうしてますけど、ちょっと色を変えた方が見やすいかと思うので、オレンジでやってみますね。結ぶ糸はこれぐらい30センチぐらい、大体でいいんですが30センチぐらいで切って、でまずこう置きます。こう。そして真ん中で親指でこんな感じで押さえてぐるっと1回転させます。でもう1回ぐるっとさせるんですが、さっき通ったのがこれの左側をこういう風にちょっとクロスさせるようにしてもう1回巻きます。でこのクロスさせたところの間に糸を通したいので、ちょっととじ針使いますね。とじ針に糸を通してこうなって、このクロスしてるここからここにかけてこういう風に針を通します。わかりますか？こういう感じからこうでこっちに引っ張る。
でもこれとじ針から糸抜いちゃって大丈夫です。もうとじ針使わないです。こうそしたらこの両端を引っ張る。ちょっと真ん中ど真ん中にこのだいたい真ん中に来るようにして引っ張る。これでめちゃくちゃ引っ張るこの引っ張る時にすぐ切れちゃう毛糸とかだとすごくここで失敗するので、アクリルとかだとちょっと頑丈でちょっとやそっと引っ張っても大丈夫なので、そういう意味でもアクリルの毛糸がおすすめです。この結び方をすると本当に手を離しても結び目がほどけてこない。ほらギュッとね、ギュッともう一回やって、で私それでも心配なので反対側に回して、で肩結び普通に肩結びしておきます。これでもすごいギュッとできてほどけてくるっていうことはないです。緩まない。あとパカンっていうさっきみたいなこういうなんかこう割れ目が気になるみたいな、こういう感じでこういう風にちょっとここで分かれちゃうなっていうのもこれで解消されます。この結び方すごい画期的でここからカットしていきます。カットするときは、私は普段はゴミ箱をこう抱えて膝の上にこう抱えてゴミ箱の上で切ったりするんですけど、ちょっと今回はこういうトレイを用意してみました。この上で切っていきますね。この切れやすいハサミ、これを使います。切るときはまずこの輪っかになっているところをこういう感じでこの輪をすべてなくす。ループになっているところを全部なくす感じでこうやってまず切ります。こっち側も同じようにこの間にハサミを入れて結構ザクザクっと大体で大丈夫ね。こういう感じで切るでしょ。そしてこう広げました。今こうぺたんこにこう広げます。最初は球体にしなくてよくて、むしろこのぺたんこの状態で切っていきます。こういう感じで、この紐は今回こう分かりやすいようにこんなね目立つオレンジでやりましたけど、実際はこういう同じ毛糸とかでやるので馴染んで、分かりにくくなるのでこれも一緒に切っちゃって大丈夫です。こういう感じで後で紐をつけるときはここにとじ針でこう紐を通してできるので、この方がカットしやすいのでこれでいきますね。この花びらみたいになってる状態からざっくり本当にざっくりでいいので丸く形を整えていきます。作りたいポンポンの大きさに最初にする必要はなくて、もう大まかに長さが整えれたらそれで大丈夫です。取れてる？そう、こう長さを
整える感じ。もし私はいつもフリーハンドでやってしまうんですが、難しかったらボール紙、丸く切ったボール紙とかをこうやって当てて、でこの丸に沿ってボール紙じゃないけどこういうのを使ってこうやって切るとより上手にできるかなと思います。ざっくりで大丈夫で、これができたら次は今度こういう風に開いて、こういうたまにループになってるところが出てくるので、それはまた間にハサミ通して、こういう感じで今度は違う方向に開いて、でまた丸く、この時点では形を整える、まん丸にするというよりも長さを整えるぐらいな感じで、こういう感じで切っていきます。焦らずちょっとずつ切るっていうのがまずポイントです。あとこの一番長いところを切るっていうのもポイントで、どうしても一番短いところに合わせようとしてしまうと思うんですけど、長く飛び出てるところを切る感じでやるとうまくいくと思います。こういう感じ。ね。で、これができたらまた違う方向にこう開いて、丸くこの飛び出てるところを切る。こういう感じで、本当にこれは地道な作業なのでちょっとずつやってください。これでだいたいこのね、丸くなるんですよ。これを繰り返していくだけで。もう帽子の上に乗せるポンポンとかだったらもうこのぐらいでもいいかなと私は思いますね。この不揃いな感じがね、可愛いかな。ちょっとだけ整えるぐらいでもうね、可愛くないですかこれうん、そうこれぐらいでもいいんですが、もっと究極ここまでしたい時のためにこっからさらに整えていこうとするとちょっとコツがあって、まず毛糸に対して直角にハサミを当てるっていうことと、こういう感じで、こっちのハサミを持った手はずっと同じぐらいのこの間隔に開く閉じるをずっと繰り返す。でこっちの左手はもうひたすらこれをこう回転させる、いろんな方向に回転させるっていう動きをひたすらしていきます。やってみますね。でもう一個この球体のど真ん中を必ずこう切っていくっていうことですね。やってみますね。真ん中を通る。で右手のハサミはずっと同じこの開き方でぐるっと必ず一周こういったら必ずこの一周ずっと切る。ハサミに当たったところだけ切るっていう感じでやっていきます。
こ一周っていうか、まあ何周かしたら、次角度変えて、転がす角度を変えて、またど真ん中、ここをこうやって切っていきます。これをひたすら繰り返していくっていう感じです。真ん中を通る、真ん中に線があるようにイメージして、真ん中だけをこうやって切っていく。また角度変えて、こので飛び出ているところだけね、無言になっちゃうんですけど、これやり始めるとここれしてると本当になんかこう何かを考えて切るっていうより、無心で、なんかハサミが行くべき方向が勝手にわかるっていうかなんだろう、ある程度整ってきたらもう切るところがなくなるんですよ、まん丸になっていったらそうそこに行くまでちょっと果てしない道のりなんですが、とにかくど真ん中を毛に対して垂直にハサミを当てて、こうしたらわかるかな、こう切ってる感じです。左手で玉をこうずっと転がしてて、右手はずっと同じ感覚でハサミを動かしてるっていう感じです。飛び出てる糸だけを切ってます。ど真ん中の。ね、これなんとなく整ってきてるのわかるでしょうか。真ん中だけをこうやって切っていく。これ結構毛が飛ぶので、呼吸器系弱い人はマスクとかした方がいいですよ。あと服とかにもすごい細かい毛がついて大変なことになるので、汚れてもいい服とかでやってください。
すら右手のハサミは同じ開き方でやってて、で左手でずっといろんな方向に転がしてる。これが一番まん丸になる気がしたんです。いろいろやってみた結果そう。まん丸にしようと考えながらやるより、何にも考えずにただひたすらこのど真ん中を切り続けるこれが一番いい気がします。時間はかかります。段染め毛糸でやるとやっぱりこの可愛いですよね。いろんな色が出てきて、ちょっとこのオレンジだけ目立ってるけど、本当にまん丸になってくるとハサミの刃のところに当たる毛糸がなくなってきて、切るところがなくなる感じになるのがわかると思います。だいぶだいぶまん丸に
だいぶいいんじゃないでしょうか。はい、この辺でやめようと思いますね。こんな感じでまん丸のポンポンができます。どう？こうね。でこれになんだろう、紐を通したいときは同じ糸の毛糸を20センチぐらい切ってとじ針に通して、でこれね、本当に結び方をするとどこに真ん中の結び目があるかわからなくなるぐらいギュッと結べる。もうオレンジのほら、ここにあるオレンジでやったのにこんなにかき分けないと目立たないぐらい。ここにこれ通して通して1本だけでとじ針は抜いて、ね、こういう状態にしとくと何かにつけるときにもポーチとかにつけたりハサミとかにつけるときにもいいよね。こうやってこれをこう結べばいいから。はい、こんな感じでやってみてくださいね。今回せっかくなのでいろんな素材でポンポン作ってみたのでご紹介します。これはウール 100% の毛糸で指に60回巻いてこういう感じ。アクリルとそんなに変わらないですよね。こっちアクリルで作ったの。アクリルの方が、そんなに変わらない。並べてみよう。ウールでしょ。これさっき作ったアクリル 100% の段染めの糸。これはこういうね、余った毛糸こういうビーム詰めてたりするんだけど、これをかき集めて作ってみた。こういうのもできるし、これはツイスターキラリネっていう糸。なんだろう、これこれかな。エコたわしとか作ったりするやつなんかな。ちょっと可愛いなと思って買ってみたのがあるんですけど、こういうのも可愛い。ほら、キラキラっとしてて、こういうのはあんまりそんなに整えなくて、まん丸に整えなくて、ちょっと出てるけど、整えなくてもいいんじゃないかなと思います。はい。これも60回指に巻いてる作った。でしょ。あとこのモコモコの毛糸、これは30回でこんな感じ。モケモケ。これで作ったら、これはこれでほらま
た色がいろいろ出て、面白い。これもそう、カメレオンカメラ2という糸でね、こういう風に色がいろいろ出るとまた面白いでしょ。あとね、いろいろ作ったこれは3色、アクリルの毛糸を3色一緒にこうぐるぐる巻いて、全部で60回、3本だから20回巻いたのか。でこういう風になるし、あとアクリルの毛糸にこういう変わり糸を入れてみたり、白いアクリル毛糸と、あとこれとさっきのこれとこれと白い毛糸、面白くていろいろやってたらあと七色彩色のネオンカラーという糸、前にコースターとか編んだ時にもおすすめした糸なんですけど、これ全部で6色あって、その6色とあと白いアクリル毛糸を全部で7色を一緒にこうやって巻いたのがこれ。これかわいい。あ、そう。これは前に作ったやつなんだけど、コットン糸、これはコットンニートという糸でポンポン作ったらこういう感じになる。面白いよね。コットン糸もちょっと質感面白い感じになる。アクリルとはまた違う。こっちアクリル、こっちコットン糸。あとね、ちょっと変わったあれで、これニッティングトリコっていう夏の帽子とかバッグとか編むときに使うようなレーヨン 100% の糸なんですけど、これで作ったらね、ちょっと面白いポンポンができました。これはこれでかわいい。これ60回巻いて、指3本に60回巻いて作ってるんですけど、もうちょっと巻いてもよかったかもしれない。ちょっとやっぱり固めの糸なので、この真ん中でパックリ割れちゃう感じがあるので、もうちょっと密度濃くしたらいいかなと思いました。でもこれかわいい。ほらそして最後に失敗作見せるね。これ何かというと、これ麻紐。これなんかどうにもこうにもこんなんがあった。そう麻紐はポンポンでは向かないけど、他の他の毛糸はまあ大体できるかなと思いましたね。そう、それで真ん中をくくる時の糸なんですけど、基本的にはここで使っているのと同じ糸で巻くとやっぱり一番目立ちにくいんだけど、やっぱりその素材によってこう引っ張るとすぐ切れちゃうとか、そういう場合はタコ糸とかコットン糸、ちょっと細めのコットン糸とかでギュッとやると目立たなくていいかと思います。丈夫だし、こういくら引っ張ってもね、コットン糸だとなかなか切れないのでいいかなと思います。そんな感じです。